こんばんは。はるけです。今回は新イベント、ファンタジーフットのイベント解説になります。今作はですね、ファンタジー FC とか、ファンタジーとか、そういう風な名前になるかもしれないんですけれども、こちらの動画はファンタジーフットで一応統一をしたいなという風に思います。今週末からですね、開始をされる予定になっている新しいイベントになってますね。こちらのイベントはですね、過去作にもありましたイベントになりますので、過去作を振り返りながらですね、解説をしていきたいなと思います。なので、今作から始めた方はぜひ見ていただければなと思います。まずはファンタジーフット、どういう風なイベントになるのかという風なところなんですけれども、現実の試合とですね、連動をしたライブカードになってます。能力が上がっていくっていう風なカードですね。試合の出場だったりとか、結果、そしてまた個々のパフォーマンスに応じてアップグレードされるという風なものになってます。結構面白そうな、イベントなんじゃないかなと思いますね。で、またアップグレード内容としては、前作のものを引用するとですね、前作は6試合ですね。イベント開始から6試合。その6試合で1試合に勝利をする。チーム自体が1試合に勝利すると、OVR がプラス1。そして、その6試合のうち、その選ばれた選手がですね、選手自体が3試合に出ると、プラス1。で、また強化されたイベントのカードのこの選手が、アタッカーもしくは中盤の選手の場合は2得点、もしくは2アシストをすると OVR がプラス1という風なことになってます。で、ディフェンダーもしくはキーパーの場合は、2試合のクリーンシートですね、を達成すると OVR プラス1という風なことになってます。で、またそのチーム自体が次の6試合で負けなしすると OVR プラス1と、前作では特性というものがあったんで、それが3つ追加されるっていう風なことをですね、今作で言うと多分同じような感じになるんだったら、ここが多分プレイスタイルプラスとか、そういう風な感じにはなるんじゃないかなと思いますね。で、またですね、こちらファンタジーフットというイベントではですね、ヒーロー強化がありましたので、そちらのヒーロー選手たちもアップグレードを受けるという風な形になってました。ただ若干条件が、違いましたね。ヒーローのアップグレードはこのような感じになってました。チームが6試合のうち1勝するとプラス1。で、6試合のうち負けなしだとプラス1と特性3つ追加という風な感じで、ちょっと違った、条件になってました。ただ、やっぱりヒーロー選手はですね、今のチーム、所属とかっていうのはなかったので、それぞれのヒーロー選手がですね、ゆかりのあるチーム、長く在籍をしていたとか、そういう風な形で、この対象のチームを決めていたという風な形になってます。またちょっとハイスト選手見たときに、ちょっと話をしようかなという風に思います。こういう風な感じで現実の試合とリンクをするという、そういう風なイベントになってますね。そしてここからですね、過去作の敗選手を見ていきたいなという風に思います。まずは前々作ですね、FIFA22 のファンタジーフットの敗選手を見ていきます。まずはチーム1ですね。チーム1はこちらになってます。ラッシュフォードだったりとかサンマキシマンが非常に値段が高くって、何も結構高かったかなという風に思います。で、またレアル・マドリードという風なことでカマビンがですね、非常に期待値が高くって値段も結構してました。で、あとはですね、ジェルソン・マルティンスなんかも意外と、高かったですし、あとはイニャキなんかも意外としていたかなという風には思います。ただラッシュだったり、サンマキシマンが本当に200万、300万ぐらい、していた大メダルの選手たちだったかなという風に思いますね。またはストーンズなんかも、やっぱりマンチェスターシティ、このイベントはですね、それこそ RTTK、RTTF みたいな感じで、そのチームが頑張るっていう風なことだけで能力が上がっていく部分もね、ありますので、そういう風なところで、やっぱり強いチームの選手っていうのは比較的ですね、それね、高くなってくるかなという風には思いますね。で、そして続いてチーム2、こちらになります。チーム2ではですね、コウチーニョだったりとか、あとはデンベレあたりが結構高かったかなと思いますね。で、またマルシャルとか、マルティネッリとかも高かった記憶が、ありますね。で、アタルなんかは結構ね、この作品の中では、あんまりリアルでは知らないんだけど、ゲームで強いみたいな選手だったんで、能力のアップグレードっていうのをちょっと期待を、されていたんですけど、アタルが怪我をしてしまったんですよね。で、もうほぼ出場できないみたいな感じで、ぐっと値下がったみたいな記憶があります。先ほどの条件にもね、ありました通り、出場をしないといけないっていう風なところもありましたし、そもそもね、クリーンシートとかはいいんですけど、中盤だったりとかアタッカーの選手
に関して言えば、得点もしくはアシストとかしないといけないんで、出ないとまず無理っていうのが、結構このイベントの面白いところであり、またその選手自体が怪我とか、してしまう、離脱をしてしまうと、ちょっとそういう風な部分で値段下がってしまうとかはあるかもしれないですね。コーチなんかは200万していたし、デンベレなんか400ぐらい多分、していた選手にはなってましたんで、非常に値段高かったなと思いますね。で、そして続いて前作ですね、FIFA23 のチーム1はこちらになってます。サリバだったりとかジョレンテが結構高かったかなと、いう風には思いますし、イサクの値上がりが結構すごかった記憶がありますね。ニューカッスル前シーズンのね、非常に躍進が、あって、それこそそれ勝つんやとか、イサクが2ゴール決めて勝ったってところで一気にプラス2上がりっていう風な感じで、もう15万ぐらいから一気に40万とか、そういうような感じでぐーっと上がった記憶があるんで、そういう風な選手も、今年出てくると面白いかなと、いう風に思います。ただ他はそこまでやったかな。サンチェスもプラス3上がりとかはね、されて、それね、高かったんですけれども、基本的にはサリバとかジョレンテ、イサクあたりが、注目を浴びていたチーム1やったかなと思いますね。で、そして続いてチーム2はこちらになってます。チーム2では三笘が、来てました。日本人選手で、ここは結構熱かったかなという風なところと、あとはルーベン・ディアスだったりとか、アザール、ジョタ、ウパメカのあたりが、それなりに値段をしていたなという風な印象を受けますね。アザールなんかは、多分、ほぼ出てなかったんじゃないかなっていう風な、感じで、一回なんか、出るんや、みたいな感じで、1試合だけ出て、1アシストか、多分、1ゴールが多分、したんですけど、2ゴールとかには届かずっていう風な、形で、レアルが頑張って、その先ほどのチームが1試合勝つとか、チームが負けなしとか、レアルの底力で、多分プラス2とかぐらいまでが限界やったんじゃないかなと思いますね。で、ルーベンなんかはやっぱり出てましたし、シティもね、強かったんで、それなりにアップグレードされたという風な記憶がありますね。で、ジョタも結構能力上がっていたイメージが、記憶がね、ありますね。で、そして続いて、先ほどね、話をしていたヒーローの選手たちになります。チーム1、チーム2、一気に、見たいと思います。こちらになります。チーム1、チーム2という風な感じでですね、先ほどの現役の選手たちと一緒に、出てきたという風な感じになってます。チーム1ではジノラだったりとか、アベディペレだったりとか、カプデビラ、なんかも結構強かった選手で値段高かったかなと思いますね。で、チーム2だと、モリエンテスだったりとか、パパン、オコチャだったりとか、あとアローワイランが結構高かった選手に、ディナターレも結構高かった選手になりますね。で、所属チームで言うと、ジノラがニューカッスルだったりとか、アベディベレマルセイユだったりとか、カプデビラビジャレアルとか、コルドバインテルとか、キングがスパーズで、クラウチがね、リバプールでとか、その選手自体が実際所属していたりとか、関係性があるようなクラブが所属クラブとして選ばれて、アップグレード対象のクラブという風な感じになってました。モリエンテスがレアルとか、あとはね、パクチソンユナイテッドとか、そういう風な感じで、しっかりそのチームの選手としてっていう風な感じでヒーローは出てきて、ましたね。で、そして最後に SBC 目標できた選手を紹介したいなという風に思います。まずはですね、デパイですね、デパイ。チーム1でジョレンテがいたと思うんですけれども、同じアトレティコという風なことで、デパイが一緒に来ました。SBC で。それなりに高かったんですけど、逆足はね、3のままで変わっていなかったんで、アップグレード頑張ってしてほしかったなという風な、ところで作っていた方は多かったですね。自分も作った記憶が、ありますけど、多分それなりにアップグレードしたけど、プラス4多分されてなかったんで、もうちょっとしてほしかったなという風な感じでしたし、逆足もね、4にしてほしかったなっていう風なところはありましたね。で、そして続いてはザビッツァーですね。ユナイテッドの選手として前シーズンね、所属をしていましたんで、その時にザビッツァーが来たと。ザビッツァーはね、あんまり自分はいた記憶がないんですよね。だから多分そんなにアップグレードもされてないんじゃないかなっていう風なところと、多分そんなに作ってる人はいなかったんじゃないかなって思います。能力もね、物足りないんですよね、多分これ。
あんまり強くなくて、もうプラス4必死みたいな、そういう風な感じないとなかなか難しかったのかなと、いう風に思います。それで言うと前作はね、3月の上旬からこのイベントは始まってはいますので、その時にこの能力ってちょっと、低いなっていう風に思ったりはするんで、多分そこまで話題にはならなかった選手やったかなという風に思いますね。そして続いて目標ですね。目標でですね、グイリが、登場をしていました。目標なんで、無料で取れて、かつこの人はちょっとスパサブっぽい感じでは使えたんで、取っている人はそれなりにいたかなというふうには思います。チームがそこまで、強いチームではなかったんですけれども、多分アップグレプラス1、2ぐらい多分されていたかなっていうふうに思うし、スパサブ枠として良かったかなと思いますね。それなりにね。そして続いてはフォイスですね。フォイスも目標で、来ていました。ビジャレアルかなっていう風なことで、先ほどのヒーローのカプデビラと同じという風な感じで、フォイスもですね、ちょっと物足りないかなっていうような感じでしたけど、ただ目標なんで、無料で取れる選手としてはまだ良かったのかなという風に思いますね。という感じでこちらが新イベントファンタジーフットのイベント解説になります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいの撮ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。